中国西南部、人口3200万人を超える巨大都市重慶。長江と下陵江が交わるこの町は、山の斜面に沿って高層ビルや道路が重なり合う立体都市。夜になると川沿いにきらびやかな光が灯り、幻想的な夜景は多くの人々を魅了してきた。そんな重慶にはもう一つの顔がある。中国最強の激辛都市。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今中国重慶におりまして、ここ重慶は火鍋発祥の街とも言われている場所なんですけれども、今私こちらギネス記録にも載っている火鍋屋さんに来ているんですけれども、重慶の火鍋をはじめとする辛い料理をたくさん食べ尽くすグルメ旅をやっていきたいと思います。それではまずは鋼鉄の様子からご覧ください。今成都東駅におりまして、これから鋼鉄に乗って約1時間ちょっとで重慶西駅の方へ向かいます。金額が約5700円、一等車を取ってます。成都から重慶まで行く鋼鉄は何種類かあるんですけれども、一番早いものが今回乗る1時間ちょっとの列車で、長いものだと3時間ぐらいかかるのもあって、時間とかあと席によって値段もまちまち。一番安いのでだいたい2500円ぐらいで行く列車もありました。着きました。1時間だから早いな。あっという間に重慶西駅に着きました。まず DD の乗り場を探さないと。広すぎるんだよな。ライドハイリングカーって書いてあるわ。こういう風に矢印が書いてあります。DD 乗り場は着きました。地下1階の駐車場の B ゲートが行きやすい場所でした。無事 DD に乗れました。今回滞在するのは市内中心部の開放期エリアなんですが、約20キロ40分53元、日本円にして約1200円です。荷物が少し多かったのでプレミアムを呼んでいるので少し高くなっています。中国旅行をするときに必ず入れとくべきアプリが4つありますのでお話ししたいと思います。まず1つ目がアリペイ。こちらは日本の PayPay のような感じで決済をするときに使います。2つ目が WeChat。こちらは日本でいう LINE のような感じでやり取りをするのに使います。3つ目が Baidu マップもしくは A マップ。こちらは Google マップのような感じで使う地図アプリになります。4つ目が DD。こちらは Uber のような感じで配車をすることができるアプリです。今回 SIM は Amazon で購入したこちらの高速データ無制限のものを使います。Google や YouTube なども問題なく使うことができます。現在が2026年4月時点にはなるんですけれども、1元が日本円にして約23元。今回はこちらのレートで計算をして金額をお出ししていきたいと思います。重慶の基本情報を簡単にお伝えしますと、中国西南部の長江上流の直轄市になります。人口は約3200万人。中国でも人口最大級の大都市になります。山が多く起伏の大きい立体都市として知られています。重慶を観光する上での注意点は3つ。まず坂、階段、高低差が多いこと。地図で近く見えても実際はかなり歩きます。次に気候。重慶は夏は蒸し暑く、冬は曇りや湿度でどんよりしやすい街です。ベストシーズンは春と秋です。そして食事。重慶料理は中国一激辛料理の最有力候補の一つ。辛いです。辛いだけではなく油も多いので、火鍋や正面などを食べ続けると胃がもたれてしまったりきつくなってきやすいです。連日ガチマーラーでいかない、スープやおかゆ系を一食入れるぐらいの逃げ道を作っておくとかなり違います。観光では長江索道や夜景スポットは混みやすいです。移動は地下鉄も便利ですが、最後は坂道になることが多いので DD やタクシー併用が楽です。まとめると、重慶は地形気候辛さを甘く見なければかなり楽しく観光できる都市だと思います。左右にすんごい高さで高層ビルが立ちまくってる。地上はどこになるんだろう。今まで来た中国と全然違うね。
今回滞在するホテルがマウントウェル3世エグゼクティブスイートになります。開放日エリアにありまして、有名な夜景が見れるゴーガイドエリアまで徒歩圏内で行けるアクセスのいいホテルになります。2泊ここのホテル取ってたんですけど、たまたまその後に取ってたホテルが同じビルの中に入ってるホテルでした。1個のビルの中にホテルがね、2、3個ぐらい入ってる高級マンションみたいな感じになってるそうです。今日泊まるお部屋は20階の01号室です。広い。こちらのお部屋は1泊1部屋9500円になります。クイーンサイズのベッドがドーンとあります。ベッドは結構柔らかめ。大きめのテレビがあって、仕事ができるようなデスクもあります。ゆったりくつろげるソファーと低めのテーブルもあります。マンションみたいにキッチンがついてますね。電子レンジもあるし。壁と一体化してて気づかなかった。これでかい冷蔵庫です。中に冷えたジュースとお水も入れてくれてます。コーヒーもたくさん、お茶類もあります。洗濯乾燥機もあります。もう一つ寝室があります。同じサイズのクイーンベッドがあるんですけど、広いね。2人じゃなくって3、4人とかでも十分泊まれそうな広さです。クローゼットはめちゃめちゃ大きい。バスローブはサラサラ系。使い捨てではなさそうなスリッパとサンダルも備え付けてありますね。バスルームです。高級感すごいですね。ちょっと年季感じる感じではあるけれども、大きな鏡があります。アメニティ類は必要最低限って感じですね。ドライヤー、女優鏡もあります。大きめのバスタブがありまして、シャワーは上から浴びられるタイプと手持ちのタイプです。シャワーの水圧は普通です。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュとボディローションもあります。トイレはウォシュレット付きのタイプになります。景色はこんな感じです。リバービューで河陵港を一望できます。すごー。夜の景色はこんな感じです。今回朝ごはんはついてないんですけど、アフタヌーンティー付きのプランということで行ってみたいと思います。結構本格的っすね。フルーツ系もいっぱいあります。あったかい飲み物もたくさんあります。特典でついてくるアフタヌーンティーにしては規模も大きいし、なんだか豪華です。中国のホテルって今までアフタヌーンティーそんないっぱいついてたっけ？なんか今回めっちゃついてる。ミルクレープや。どうしてドリア味なの？お腹減ってんだろ。じゃあ観光行きますか。なんか道自体がさ、全然整備されてないわけじゃなくて、デコボコなのを頑張って綺麗にしたって感じじゃない？なんとか車が問題なく通れるようになってるけど、もともともっとやばかったんじゃないの？中継証明あるよ。あー、食べたい。ちょっと一発いっとく？ダメ。お腹すいた。中心部の道幅がやっぱ生徒とかに比べるとそんなに広くないのかな。街中歩いてると火鍋屋さんだらけだ。生徒よりもさらに火鍋屋さんが多いぞ。なんかね、調べたら重慶は全体の飲食店の約 30% が火鍋店って言われてるらしいです。だから10軒に3軒は火鍋店があるってこと。ホテルから歩いてもうすぐのところにめちゃめちゃ食べ歩きができる感じになってて、ちょっとお腹空いちゃって、鬼バオズのお店がすごい美味しそうなんで、ここでちょっと買い食いしたいと思います。一番ちっちゃいのでこれなんだけど。一口サイズの焼きまんじゅうって感じ。実食ではない。いや、普通です。なんかおじいちゃんたちみんな、これタバコ？筒です。ここは重慶の中心地、開放碑がある場所です。このエリアは重慶のエネルギーや人々が集まるスポットとして、周りには高級なブティック、デパート、そしてご飯を食べる飲食店など様々な建物が立ち並んでいますので、こちらを歩いて探索していきたいと思います。この開放碑のエリアには観光地とか観光客の人がよく行くお店とか、そういうのがギュッて詰まってるエリアだからか、団体ツアーで来てる人が結構います。重慶の建物さ、丸っこい建物多くない？思いきや四角い建物とか尖った建物とか、建物の形が全然規則性がないんだよね。あ、これはね、フェラーリタクシーって言われてるんですよ。ずらっとなってる黄色いタクシー。そう。なんで？ディーディーじゃなくてこういうタクシーに乗る時が来た。ついに生徒を歩いてるとバイクの数がものすごい多かったんですよ。あと自転車ね。だけど重慶は全然いません。やっぱり立体都市で階段とか自転車バイクで通れないところが多いからなのか、道路を走ってるのは車ばっかりですね。なんか歴史的建物っぽいのが地下道って書いてある。お、ここなんだ。こっちだって。あ、先生、階段が多いです。すごーい。
海宝碑から歩いてすぐのところにある海聖楼というところに来てます。ここはですね、観光スポットなんですけれども、もともとは学問の神様を祀る、そんなモチーフになっている場所なんですが、こっち側に行きますと、この建物なんと下に行くと病院になってるんですね。これ地下じゃないんですよ。私が今実は立っている場所は地上20階相当の高い場所なんです。重慶はそんな立体構造がある建物がたくさんあって、なので立体都市っていう風に呼ばれてるそうです。実際にここがどのくらい高い場所なのか見に行きましょう。普通に地上歩いてるような感覚になっちゃうんですけど、端っこに来ました。どういうこと？こんなに高い場所にいたんだ。手から変な味出てきたわ、一気に。今いる場所から地上まで行くとこんなに高低差があったんですね。これエレベーターでビューンって上がってくるようなそんな距離だと思うけど、実際さっきまで歩いてた地上は何階だったんだろう。ということはですよ、反対側にあるこの丸い建物の地上と私の後ろ側にあるこっちの建物じゃ高さが全然違うことになりますよね。今私の目線の先にあるここがはい20階ですと言われても、窓から見える景色は地上みたいな景色になるわけですよ。かたやこっちの方の建物の20階の景色は上から見た景色になるわけ。この都市の階数の基準をつかむのはなかなか難しそうですね。今まで行った中国のどの都市ともちょっと雰囲気が違くて面白いね。マジで迷宮だわ。おー、なんだこれ。突如現れたこの現代アートみたいな建物は重慶美術館、無料で入れる美術館なんだそうです。中国の現代アートを中心に展示されているということですね。今歩いて川沿いの方のエリアに向かってます。夜景がいいスポットではあるんだけど、とりあえずね一回行ってみようかなということで。わあ、すごい、めっちゃ開けてるじゃん。モニュメントあるよ。こんなぐちゃぐちゃじゃないだろ、ここまで。あそこの上に登って写真が撮れると。下に降りるにはどうするんだろうって思ったらエスカレーターがありましたけど、ここ6階だったんですね。今すぐ横にある橋を今渡っています。でっかい橋だよ。夜になるとここもすごい人になるみたいなんで、昼間のうちに歩いてます。うわ、すごー。なんじゃこれ、ジブリの世界みたい。ここに来て初めて本当の1階が見えるわけですね。すごい景色だよ。これから重慶1食目のご飯を食べに行くんですけれども、重慶といったら火鍋が食べたいよねと思ったんですけども、ちょっとね、中心地から20分ぐらい行ったところにインパクトがある面白い火鍋屋さんがあるので、ちなみにそこのお店は重慶の人気火鍋ランキング第1位を取っている注目度の高いお店になります。楽しみです。わあ、すっごい綺麗だわ。急に山の中にすごい村が出てきたんだけど。うわうわうわ、ちょっと待って。やばいやばい。ちょっと待って。やばいやばいやばい。見間違いじゃなかったら、なんかすごいいきなり千と千尋みたいなのが現れたんだけど。うわ。ちょっと、中国の本気を見たわ。すっごいところに来ちゃったよ、これ。入り口の時点で、やばい。今日の晩ご飯はこちら。ビワ園火鍋でいただきたいと思います。こちらなんと一つの山を全部火鍋屋さんにしちゃった、そんな場所になります。すごい大きさなんですよ、これ。すごくないですか？まるでテーマパークみたいな作りになってまして、ここは2022年に席数が一番世界で多い火鍋屋さんとしてギネスブックにも認定された火鍋屋さんなんです。収容人数はなんと5、6千人ぐらい入るそうです。今日は外で火鍋を食べたいと思います。気温も今21度ぐらいなんですけれども、暑すぎず寒すぎずですごいちょうどいいです。ここのお店は市内中心部からは20分ぐらいで着きました。混雑帯を避ければ全然すぐ来れます。自由な感じや。あちこちからカラオケも聞こえてくる。これ悩みますね。マイルドスパイシー、ミディアムスパイシー、エクストラスパイシー。エクストラスパイシー。注文は紙にチェックつけて渡すタイプで、英語が書いてあるんでだいたい意味はわかります。ここさ、山だから寒い。無理です。寒すぎ。火鍋のベースなんですけど、この真ん中は全く辛くないやつにして、外側がめちゃくちゃ辛いマーラーにしました。一番辛いやつです。重慶の辛さがどんなもんなのかなっていうのを、辛すぎたらこっちに逃げればいいからね。もう全部入れちゃおう。半々ぐらいにしませんか。逃げバーク作っていきます。分厚いね、この豚肉。牛は後にするよ。そうだね。具を入れすぎまして、ボコボコさせると溢れちゃうので一旦様子見します。牛からいただきます。だいぶさ、ダイナミックな火鍋だね、なんか。重慶ビールで乾杯。
ちょっと濃い。千枚頼みます。ここのお店はすごい千枚の種類がたくさんあって、高級なやつだと1個3000円ぐらいする。で、これは1000円ちょっとぐらい頼めるやつです。最初豚肉からいただきます。重慶の辛さはどうだろうか。うん。美味しいね。ここのお店でできる一番辛い辛さにしたんだけど、全然うま辛レベルですね。あれやっぱ辛い。山クラゲです。うん、コリコリうま。あ、山クラゲうま。これなかなか日本じゃ食べられない野菜。最近火鍋の野菜何頼めばいいのか問題は自分の中でコリコリ系のやつを頼んどけば間違いないなっていう結論に至りました。キクラゲとか山クラゲとかそういうのはね、長い時間入れててもまあまあずっと美味しく食べられるので、今まで中国に来て火鍋でずっと試してなかった人気食材鴨の血頼みました。うまっ。プリンみたいじゃん。もっと癖があるのかと思ってたけど全然癖なしだこれ。あ、美味しい。あ、煮立っちゃうのか。一気に入れすぎたかな。やばいやばい。全部型崩れしてきてます。これが牛の黄色い喉って書く部位なんですけれども、コリコリで人気食材なんだって。頼んでみた。うまっ。ミノじゃん。コリコリしてて食感が美味しい。辛い時の対策でミルクティー持ってきた。中和されます。豆腐ピー。辛いけど うまい。少しね辛すぎたんで麻雀頼みました。抑えられる。マジで。救いの麻雀。エクストラにしなくてよかったんじゃない？重慶のマックスの辛いは結構辛いかもしれない。そうね、次から火鍋はミドルでいいんじゃないですか。結果2食にしてすごい良かった。この周りのやつが最初食べた時はそんなに辛くないんじゃないと思ったけど、どんどん辛くなってくるから、こっちでしゃぶしゃぶしてちょっとマーラくぐらせて食べるぐらいがちょうどいいです。ここのお店の一押しメニューの千枚いただきます。あ、うまい。火鍋で千枚好きになった。火鍋食べるようになって食べれるようになったものがパクチーとか、あと内臓系の数々。唯一克服できてないのがラムです。あ、でも北京で食べたラムは美味しかった。すごい。肉団子です。ちょっとパクチーが入ってて美味しい。後半になってくるともう辛すぎて、この真ん中の透明なやつが大活躍。牛です。エビです。やっぱ海鮮は合うわ、火鍋に。葉っぱは辛い。辛いとこのうまいの境目がどこにあるのかっていうのをまだ見つけられてない。なのに懲りずに毎回超辛いを選んでしまう。締めです。もはや透明の方で麺を煮たんですけども、タレの方にマーラが移りすぎて火鍋の具をいっぱい入れたタレにつけて食べる麺が一番好きかもしれない。美味しかったです。ごちそうさまでした。おはようございます。これから歩いて重慶小麺を食べに行きたいと思います。今から行くお店はもう人気ランキングで第1位を取っている、もう口コミ評価もすごい高い、地元の人にも観光客にも愛されているお店ということです。辛いの大丈夫ですかって言われたんだけど、中って書いてあるんだけど大丈夫かな。連日連夜マーラーにやられて相席スタイルで、今回はこちらのお店で人気の2つの麺と1つのワンタンを頼みました。まずこちらがニーロースワンラーフン、酸味と辛さが効いた牛肉が入った春雨の麺、結構太めの麺だそうです。でこちらがラオマーシャオチョウ、ラー油が中にたっぷり入ったワンタンっていうことです。こちらがお店の看板麺でワンザー麺です。看板メニューからいただきます。重慶小麺っていうのはなんかいろんな麺のことを多分総称して重慶小麺なんです。でいろんな種類があるんだけど、重慶小麺って言って写真とかでも一番よく出てくるのはこのワンザー麺。上に黄色のエンドウ豆が乗っていて、であと青菜が乗っていて、マーラーであえて食べる麺っていうことです。いただきます。
めちゃくちゃうまい。もっと麺が硬い感じなのかなと思ったら、こう滑らかに絡まり合う感じ、すごい美味しいんだけど、ちょっと辛さがミスったかもしれない。辛い。これ10口ぐらい食べてくると結構来ちゃうんじゃないかな。少し細めのそのストレート麺、すごい好き。黄色のエンドウ豆がすりつぶした感じと粒が残ってて、それがうまい具合にこの辛い麺に絡んで滑らかさを出してくれてて、すごく美味しいです。見た目はそんなに辛くなさそうに見えるかもしれないんですけど、結構辛いです。続きましてニーロスワンラーメン、太めの春雨麺。なんかマーラータンに入っている春雨って平たいやつですけど、こう丸っこい太い春雨もあるんだね。もっちもちだね。うまっ。これの方がちょっと辛さは若干控えめな感じはあるかも。見た目はね結構辛そうに見えるんですけど、全然。牛肉、牛肉は結構しっかり噛み応えがある感じです。酸味が効いてて、ただ辛いだけじゃなくて少し甘さもあってすっきりするような味。こっちは山椒の香りも結構強く入ってます。四川省に来て今日で7日ぐらい経つんですけど、毎朝起きるとちょっと若干胃がキリキリしてるんですけど。続きましてラオマーチャオショウ。チャオショウがワンタンで、ラオは古い、マーはマーラーのマーです。ワンタンうまっ。食べた？めっちゃ好きな感じの味だわ。ワンタンにするとマーラーがそこまでつかないのか、この見た目この唐辛子の量なんだけど辛さはほぼ感じない。ワンタンの中身はもうシンプルにお肉がぎっしり入っている感じです。これ一番辛い。辛いですよね。これ B でもよかったよね。さあとこれ行きたいんだけど、唐辛子が喉に張り付いた時がやばすぎて食べるのも後半になってくるとだんだんこの具材とマーラーが増えてきますので、どこまで食べ進められるかの戦い。辛い。急に辛いのが来た。ワンタンも食べたけどこのスープはさすがに飲めないということで、初めての重慶正麺とっても美味しかったです。辛さはもし日本の人が来たら絶対ビ辛にした方がいいと思います。ただ辛いのもすっごい美味しい。ごちそうさまでした。お昼ご飯食べ終わったんですけれども、ここから10分ぐらいのところに面白いマッサージ屋さんがあるっていうことで行ってみたいと思います。唐辛子たっぷりの足のマッサージができるらしいです。ここから入れる？ガラーンとしたビルの中にあるこれです。結構評価が高いスパ。火鍋マッサージ、唐辛子たっぷりにつきちょっと高めです。あ、先生。マッサージする空間はこんな感じで結構おしゃれな空間になっておりまして、優しいですね。2人分出してくれてますけど、あったかいお茶とナッツとこのお菓子ね。さあこの香辛料たちが私の体にどんな効果をもたらしてくれるのか。傷口とかないかな。ちょっと染みちゃったらどうしよう。あ、おー。これでこう入れる。あっちあっち。おー。お。体感温度45度です。入れた瞬間に香辛料がめっちゃこっちに上がってきてめっちゃ熱いです本当に。こういうマッサージがあるっていうのは前に SNS で見て知ってたんですけど、実際やってみると結構面白いですね。結構しっかりめに首と肩のマッサージをしてくれてます。下で熱さられて上で癒されて、情報型。足が火鍋の匂いになってるよね多分。今のところ足の方が少しあったかいようなそんな感じです。ちょっと聞いてみました。这个是祛湿祛寒的。あこのお湯はねどんな意味があるんですかって聞いたら、これは風邪を治すためですっていう、漢方の役割があるよっていう、そういった意味みたいです。星の色も赤くなってる。そうです。あ、火鍋にポイッと。終わりました。すごい丁寧にやってくれてます。
マッサージ終わりました。50分ねしっかりマッサージしてもらってすごいすっきりしました。唐辛子の足湯だけじゃなくって肩と足のマッサージが入ってて、値段は4000円でちょっと高いと思うんですけれども、この唐辛子の足湯がこっちならではの感じがして来てよかったです。後遺症ではないんですけど若干足がヒリヒリしてます。重慶のランドマークタワーラフーズシティに来ております。こちらは長江と下陵港の合流地点にある長天門にある複合型商業施設なんですけれども、見た目がマリーナベイサンズに似てると思いませんか？マリーナベイサンズってアメリカの会社がシンガポールで作ってるんですけど、それとは違うシンガポールの会社がやってるんですけれども、建築家の人が一緒だからデザインが似てるっていうことで、てっきり中国の会社が作ったビルだと思ってたんで、実際は同じ方が作ってたんでデザインが似てるっていうことで、こちらの商業施設とあと奥の方に広場があるので、そっちの方に行って合流地点を見に行きたいと思います。全部で8棟でしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8 のその一番先端に行けるってことよ。ここはホテルにもなってるんですが、棒状になっている土の部分の上を歩くこともできるそうです。タイミングにもよるそうなんですけど、この長江と下陵港の合流地点は結構ね水の色が違うことも多いんだそうです。それが見れるといいんだけど、写真ビジネスをしている人がいます。こういうこと？イエーイ。出たよ、また立体構造が1階にいたと思ってたけど5階でした。今いたの吉野家あります。広場の方に来たんですけど、すごい開けてる重慶の景色を一望することができます。ちょっと端っこの方まで行ってみます。今さ1階まで来たと思ったけど1階じゃないね、全然。そう、まだ下がある。長江と下陵港の合流地点が見れます。ここが長江と下陵港の本当に流れがぶつかり合う合流地点。長江の方が黄色茶色っぽい色、下陵港の方がちょっとグリーン青っぽい色なんだね。ラフルツタワーの中で美味しそうなデザート探したらこちらが出てきたので行ってみたいと思います。マンゴーのデザートが多いお店。クリーミーなかき氷の上に小豆が乗ってて、その上にマンゴーが乗ってるデザートにさらに3元で白玉を追加しました。小豆かと思ったやつはもち米ですね。やばい、米に米を足してしまったかもいただきます。マンゴー甘くて美味しい。よくタイとかにあるスイーツ。結構早い段階で溶けてきちゃうんだけど、この赤いもち米がめちゃくちゃ量が多くて、想像してた味とは違うけど、でも練乳がよくあって美味しいです。白玉を頼んでよかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。痛いの？今夕方6時なんですけれども、日没がだいたい7時半ぐらいなので、ラフルズシティから川沿いを歩いて重慶で一番有名な夜景が見えるスポット郊外道に向かいたいと思います。見てください、すごい大きな船がいっぱい止まってる豪華客船ですね。この川沿い歩けるのいいね。あっちさっきまで超曇り空だったのに気づいたらこんなにいい天気になってました。なんかこっから見る景色めっちゃ綺麗。昨日はよく見えなかったけど、ここ下河川敷になってて、1階から急に5階みたいな感じになってるんですよね。川沿い歩いてると気持ちいいな。ラフルズシティから歩いて15分ぐらいで来れました。思ってたより近かったですね。これも夜真っ暗になるとさ、すごいんだろうね。まだまだ全然明るいんですけど、ちょっと暗くなるのを待ちます。ここが重慶で一番の人気観光スポット、本屋洞です。メインは夜景なんですけれども、こちらの起源をちょっと調べてみましたら、今から2000年前に遡る古代馬国時代から存在した場所ということです。長江と下陵港が合流する場所で、ここは交易港町の入り口にもなっていた場所でした。ここがですね、崖になっていたそうで、そこに人が住み始めたのがきっかけだったそうです。重慶の山岳都市ならではの暮らし方がここに2000年前からあったということです。そしてここ本屋洞は20世紀の都市開発で一度この辺りの建物は全て取り壊されました。その後2006年に現在のような作りになって、で今は歴史を再現した街として観光名所となっているということだそうです。きらびやかに仮装してる人もたくさんいますね。7時になるともう人。突如として何か始まりました。ベスポジ。いや
か。今日2人で増えた。いいな、あれ。在旋刀。本ヤードンでいい夜景写真を撮りたいなと思ったら、6時45分ぐらいにこの辺りのガードレール沿いにいれば、日没までちょっと待てばいい写真が撮れるはず。あとなんかショーも見れる、7時からね。そして夜になると、こんなに綺麗な夜景スポットになりました。時間帯的には今7時45分なので、もう1時間ぐらい日が暮れるまで待ったんですけども、季節によるとは思うんですが、遅くとも7時半には来た方がいいと思います。川沿いもきらびやかですね。遊覧船もこんなにきらびやかに、向かい側の高層ビルもこんなにライトアップするんだね。川の幅が広いから迫力が半端ないですね。いやー、すごいすごい。本当にすごい人だよね。どっからディディ乗れるかな。でも乗るならここしかないと思うんだよな。ディディ呼んでるよ。よし、呼ぼう。これ電車が突っ込んでいく駅。ヤンジアピンってエリアに来ました。ここは結構若者の人が多いエリア、商業地区でもあって飲食店もたくさんあるエリアっていうことなんですが、今日はですね、この辺りでシャコが人気のお店があるっていうことで、そちらで晩ご飯をいただきたいと思います。着きました。今日の晩ご飯はこちら、アーダンジーパーパーシャー心配シャオハイシェン。地元で知らない人はいない10年以上続くお店ということです。シャコ専門店行ってみましょう。すごいじゃん、にぎわい方が。みんなシャコ食べてるよ。めっちゃ満席でした。よかったら入れて。こんな感じでシャコのメニューがいっぱいあります。観光客は一人もいません。自分で持ってきた。そして重慶ビール。重慶ビールの味好きだな。で、やっぱり重慶がいくら火鍋文化だって言っても、地元の人は火鍋以外のものも食べるじゃないですか。ちょっと今回の滞在中はただ単純な観光スポットのお店だけじゃなくって、こういう地元の人が通うお店もいろいろ行ってみたいなと思ってます。重慶もタクシーがすごい安いので、ここまで中心地から約10キロなんですけれども、ディディで27元でした。重慶って私も実際に来るまではあまり海鮮のイメージがなかったんですが、調べてたらザリガニとかシャコとかうなぎのお店とかたくさんあったんですよ。長江と海がつながってるんですね。内陸では最大級の港なんだそうです。それによってこう地元のお店でも海鮮のお店がたくさんあるということなんだそうです。あともう一つがマーラーとその海鮮ってすごい合うじゃないですか。それも相まって重慶では海鮮マーラーがたくさん食べられているということです。そしてお目当てのシャコが来ました。この大量な量で198元です。ここのお店のシャコ、特徴がありまして、炒め方が干し鍋って書く調理方法で水を一切使ってないんだそうです。旨味がギュッとしている。で、あと店員さんが剥いてくれるって、簡単に箸みたいなので刺して外れやすくしてくれてるっていう感じでした。食べやすくってたくさん安く美味しいシャコを食べられる店として地元の人が足しげく通ってるっていうことだそうです。早速シャコからいただきます。こうやってパカッと外れるようになってんだ。やばい、ちょっとザリガニのような。うまい。食べやすさもめちゃめちゃいいね。事前に箸入れてくれてるからめっちゃ食べやすい。やばい、これいくらでも食べれると。この量で198元って考えたら、シャコってどこの国行っても大体高いから安いなって。辛いけどうまい。いけすとかはなかったけどめちゃくちゃ新鮮。甘みもすごい強いし、香辛料の香りがこのシャコの殻によく合わさっててめちゃくちゃうまいです。今回大鍋頼んだんですけど、手のひらサイズのシャコが30匹ぐらい入ってますね。マーラー自体は底の方に大量の唐辛子とホワジャオとともに沈んでるんですけど、これが相まってかなり食欲をそそる味になってます。でも日本人シャコ好きだから。他にも海鮮がいろいろあって、ホタテと牡蠣を頼んだんですね。大量の春雨が乗ってまして、1つ5元です。5個頼みました。結構春雨たっぷり系です。
うまっ。味付けも若干四川風なんだけど、シャコの方に比べると辛さが控えめだから箸休めになりますね。止まらないじゃん、シャコ。めっちゃ食ってます。シャコはマーラーなんだ。牡蠣もあります。牡蠣は1個6元で2つから頼めました。牡蠣のサイズはちょっと小ぶりですね。でもまあ6元だから。海の幸の味とマーラってめちゃくちゃ合うの。毎日同じ火鍋を食べるよりも、せっかく重慶に来たならちょっといろんな角度からマーラを攻めたいじゃん。基本じゃあ味マーラ全部一緒なんでしょって思って皆さん見てると思うんですけど、全然違うんですよ。店によってマーラの味って、コアジョンが強めの店もあれば、よりコクが強めの店もあったり、合わせる素材によっても全然変わるんで、そこが今回の重慶旅の突き詰めたいところですよ。落ち着くようにじゃがいもの前菜、じゃがいもチンジャオロースみたいな感じ。箸休めにトマトと卵の炒め物も頼みました。これ中国行ったら大体どこでもあるけど、辛いものを食べる時の今かなと思って頼みました。ここのやつうまいわ。ここはかなりの当たり店ですね。重慶ビールの味が少し濃いめで、これがまたマーラーに合う。なんだろう、この絶妙にスナック菓子みたいな味のうまさは。剥いてくれるとこんなに食べやすいんじゃないの。うまいね。今まで食べたシャコの中で一番好きかもしれない、味付けが。ガシガシ噛む。ちょっとシャコの概念が変わりました。ここのシャコのお店、少し足を伸ばしてぜひ来てみてくださいということで、ごちそうさまでした。いやー、シャコ美味しかったですね。美味しかったんだけど、まあ、シャコは言うてもおつまみっていうことでですねいやいやちょっとまだお腹が空いてます。言うてもじゃねえよ。このお店のね、歩いて5分10分ぐらいのところに、昼間に食べた重慶小麺とはまた別の美味しい麺の名店があるということで、そちらでご飯を食べて今日は締めたいと思います。今4月で、やっぱ旅行適正期が春と秋って言われてるけど、本当にいいわ。これ、夏になると気温40度とか超えてきちゃうんでしょ。重慶来てから結構高低差が大きくて、なんだかんだ毎日10キロぐらい歩いてます。これで食べた分もチャラになるかな。ならねえよ。ありました。ほんとここ？はい、ここです。口コミ1300件以上あります。ここが深夜2時までやってる人気店、リーフーラーコーミャンギョアンです。ここで今日の締めのご飯を食べたいと思います。そう、これが、焦がし唐辛子の麺。やっぱりお酒飲んだ後って汁ありがいいよね。っていうことで、これいくらだと思います？黄金。7元。日本でいう豚骨ラーメン1杯分ぐらいのサイズ。麺2玉入ってる。これ2色ワンタン。マーラーとじゃあ、優しい系のやつです。これ15元。10。これ7。7元。だからもう本当に500円あればお腹いっぱいになれるんですよ。日本でもあるじゃん、焦がし豚骨醤油ラーメンみたいなのとかさ、うまーく焦がした味でこんなに旨味があるのに、麺は結構固めです。しかし私がワンタンを頼んだのはですね、ワンタン麺にしちゃおうっていう。おー美味しそう。まあ、なんでワンタン頼んだかっていうと、昼間食べてうまかったから。うん、オッケー。うん。美味しい。結局ほら、重慶小麺ってすごい広くて、いろんな麺のことを総じて重慶小麺って言ってるから、マーラーの麺イコールっていうわけではない。汁なし麺だけじゃなくて、こういうのも食べてますよっていう。お母さん美味しいじゃん。日本だと200円以下で食べられるラーメンってカップラーメンしかない。今日も一日を終えたいと思います。ということで、ごちそうさまでした。今
今日は重慶の開放碑エリアにあるローカル食堂でお昼ご飯を食べたいと思います。昨日ホテルの周りを散歩してた時にめちゃくちゃ美味しそうな食堂を見つけたんですよ。地元の人たちがたくさん行ってるお店、口コミ評価もすごく良かったので、今日はそちらでお昼ご飯をいただきたいと思います。こちらのお店です。グオーチャンニウローというお店です。お店のオープンが11時半からなんですけど、もうすでに結構埋まっちゃってる。お店が半地下になってるんだよね。ここのお店は牛肉特化型のジャン風菜、ご飯と一緒に肉炒めを食べたり肉煮込みを食べたりするのがメインのローカル食堂ってことなんですけど、かなり混んでる方というか、知る人ぞ知るっていう感じの空気感がすごいしてるので楽しみです。すごい辛いんだったよ。ダブルペッパー煮込み、青唐赤唐をたっぷり使った重慶らしい牛肉料理、具材はほぼ唐辛子。大丈夫かしら。手切りで店の入り口でおばさんがずっと牛肉を薄く切ってんだけど、それを見ちゃうとね絶対うまいもん。こちらが店前ですぐに包んで蒸してくれる蒸し物、美味しそう。いただきます。うまいね。お店の人が親切で辛いタレを作ってきてくれました。パクチーが効いて唐辛子も結構たっぷり入ったタレにつけて食べるとお肉の美味しさがより際立って美味しい。かなり食べ応えがある大きいサイズの、シューマイに近いかな感覚が。あれめっちゃ辛い。中にぎっちりお肉が入ってるんだけど、ネギと玉ねぎが刻んだのがいいアクセントになっててすごく美味しいです。つけだれは唐辛子がめちゃめちゃ刻んで入ってるんでパンチ効いてます。ちょっとつけて、牛肉チャーハン小さいサイズにしたんだけど30元で結構量多いわ。お茶碗 3.5 杯分ぐらいはある。うまい。パラパラすぎるご飯が。味付けは見た目がちょっと濃いめに見えると思うんですけど、薄く醤油の味がついてて、あと牛肉が結構みじん切りに近いネギと同じぐらいのちっちゃいサイズでパラパラたくさん入ってて、一口口に入れるとネギとご飯と牛肉が一気に入ってきてうまい。こちらがこのお店の一番の名物、シュワンジャオニンローです。青唐辛子と赤唐辛子をたっぷり入れて牛肉と炒めた一品ということです。もう油がねたくさん入ってて煮込みみたいな感じになってます。大丈夫かこれ。めっちゃ唐辛子やばい。ちょっとそういう食い方は想像してなかったの。牛肉めっちゃうまいね。どっちが辛いんじゃなかった。でもめっちゃ辛い。純粋な本当にパンチがある唐辛子の辛さがバッと最初に来るんだけど、そこからこの手切りの牛肉の柔らかい食感と旨味、調味料の味付け自体はすごく辛いってよりは美味しい味付けになってるんで食べやすい。汗が吹き出てきた。うまい。どう食べても避けられない唐辛子パラダイス。唐辛子ってただ辛いんだけじゃないんだなって、そういう風に思わせてくれるような味付け。日本ではなかなか食べられない味だと思います。生だもん。そう、うま辛炒めだけどさすがに一気に入れちゃうと辛いよって感じ。さっき地元の人がどうやって食べてるのかなって見てたら、こうやって避けて牛肉を食べてたんで、これ唐辛子を口に全部入れるのは正解じゃないと。チャーハンは本当に食べ進めてもずっと冷めてもパラパラのまま。このチャーハンは辛さが一切ないので辛い料理とよく合います。めっちゃうまいね。辛い。唐辛子の辛さって結構食べれるじゃん。でホワジャオとかのしびれ系の辛さってもう行き過ぎるとちょっと進まなくなってきちゃったりするんだけど、どっちかっていうとこのお店はもうかなり食欲増進系の辛さ。なんか夏にさめっちゃ無性に辛いもの食べたくなる時なんじゃん。ああいう時に食べたいもんね。やばいもう本当に炊き汗がこの牛肉炒めは火鍋とかとは辛さのジャンルが全然違うので、また違う辛さが食べたいよっていう方も面白いと思いますね。辛い。種が絶対ついてきちゃうんだよね。種が一番辛いよね。逃がさないみたいな。除去しました。ダメだ、辛い。うまいんだけど辛い。もう汗だくじゃん。
唐辛子の辛さっていうのはね、5分ぐらい出すと治る。ただ食っちゃうよね、うまくて。いや、ちょっと辛すぎるな。これはでも米泥棒だね。唐辛子はちょっと残しちゃうけど、牛肉は全部食べましたよ。はい、ということで、重慶のローカル食堂、純粋な辛いものが好きな方はぜひおすすめです。美味しかったです。ごちそうさまでした。超絶人気店でした。磁気港美食大地図。美食大地図ってなんかもう言葉がいいね。わあ、広いね。私は今、重慶から車で20分ぐらいで着きます人気観光スポット、磁気港に来ております。この磁気港っていう場所は、もともと1000年以上前に陶磁器の流通場所として賑わっていた場所でした。そこからですね、1000年前の建物を残したまま、今はレトロな街並みとか、あとは食べ歩きをできたりする観光スポットになっているということで、実際に食べ歩き、中を見ていきたいと思います。お、活気がありますね。もう中国いろんなところにあるコチン、その雰囲気と一緒ですね。美味しそう。でも大きいね、ここのコチンはさ。見てると、こう大通り沿いにはよくあるコチンにあるお店がたくさんあるんだけど、路地の細いところは茶館っていうのかな、なんか昔からありますよ風なちっちゃいカフェみたいのがあるから、途中休憩したいなと思いますね。やっぱりここでも階段が多いな。これ結構階段がハードですよ。民宿もいっぱいあるよ、この辺。でもここ泊まったら出るの大変だよね。エスカレーターで上に登れるの嬉しい。中国らしく笹が連なっています。シートして一気に上まで行けるわけね。上がったり下がったり。この辺りホテルが結構ある感じだね。お餅買います。今日のおやつ。今作ってくれるんだ。この古からあったような感じの茶館でお茶を飲んでみたいと思います。すごいじゃん、ここ。一番いい席をなんか開けてくれました。金額も良心的です。緑茶を頼みました。このポットにお湯が入ってて、飲んだら追加でお湯を入れて飲めるようになってます。茶葉を飲まないようにちょっと蓋をずらしてすするって。美味しいけどちょっと飲みづらいです。四川省はお茶の本場ということだけあって、日本で飲む緑茶よりも香りが深いような。大通りはあんなに人だらけだった後に、この細い路地に入ると急に鳥の声も聞こえるぐらいな静かな空間になって、ゆっくり休めますのでいい感じです。屋台で買った餅。お茶とよく合います。ちょっとこちらで休憩します。磁気港から本宿の方まで川下りで約1時間かけて行けるということでチケットを買いました。金額が1人30元。思ったよりは安いですね。華陵港を流れてそっちの方に行く遊覧船っていうことですね。さあ、遊覧船や、面白いのが、文字がさ、重慶って書いてあるじゃん。その後、水に警察の警って書いてあるの。これもともと多分警察の、なんか船です。いや、有効活用だよね。人がいっぱい乗れるようにして。移動に使っちゃえ。昔の人は、この港から荷物を運んでいたんですけれども、今は人が運ばれてるわけですね。まあ、雨のその、量によって増水したり引いたりするんだろうな、ここ。やばい、荷物検査あるわ。おー。ここから乗って華陵港をどんどん下っていって本宿で降ります。5時になりまして出船です。
2階に来て景色がいいところで撮ろうと思ったら、まさかの選手の方は追加料金がかかるけど、こっからも綺麗に見えます。本屋洞が船から見るとだいぶ引きで綺麗に見えますね。磁気港から本屋洞までは約1時間でゆっくり船旅で到着することができました。船も大きいし揺れないので楽しくクルージングできるっていう意味では1人30元は安いんじゃないかなと思います。2階のエリアではお土産が買えたりとかお菓子も買えるようになってたんですね。ダーピンエリアというところに来てます。ここはですね、巨大な商業施設が有名なエリアということで、すんごいんですよ。ここ一体全部商業施設。一番大きい商業施設の中にあるスシローで晩ご飯をいただきたいと思います。すいません。連日ですね、マーラーが生徒から続いてまして、ちょっと一旦胃を休めようかなということで、私世界でいろんなスシローに行くのが好きなんですよ。で、中国のスシローって大行列でなかなか行けないんですね。重慶には2つスシローがあって、そのうちの1つがここの商業施設の中に入ってるんですが、待ち時間がね全然なかったんですよ。予約も当日に取れたんで、じゃあ行ってみようということでこちらに行ってみたいと思います。中国のスシローの予約は WeChat のミニプログラムから簡単に予約を取ることができます。アプリ開くと翻訳できるんで、翻訳して予約ってとこを押したら近くのスシローの待ち時間とかが見れるようになってて、そっから予約を取りました。日本と作りは一緒ですね。待ってないだけでまあまあ入ってるじゃん。スシローは日本語ができるからいいよね。角杯あります。28元。アサヒスーパードライが18元で飲める。マグロの中の一番安いネタが8元。8元は日本円にして約190円なので、日本よりもちょい高って感じだからそんなに変わらない。今日本もね、場所によって値段は違うけど、だいたい一皿150円からなので。生徒とか重慶の四川省では結構うなぎを食べる文化があって、うなぎが人気みたいです。スシローで初見のこれは天ジャンって甘いタレだね。ビール結構これ飲んでる人多かったわ。なんか味が違うような気がするなと思って、このアサヒスーパードライは深センチンタオで作られてるみたいです。日本とちょっと味が違うのかな。これがキハダマグロ。いただきます。なんか甘いぞ。醤油が照り焼き急に甘いぞ。席に醤油が2種類あったんですけども、ここは一番標準のやつが甘口って書いてあったんで、減塩の方を使って食べたんですけど、こっちもこっちもどっちも結構甘かったです。普通のいつも寿司食べてる醤油で食べたいなと思って店員さんに聞いたら、こっちの醤油しかないっていうことだったんで、ちょっといつもの塩とは違うかなって感じです。中国の人って刺身甘い醤油で食べる？もしかして天ぷらとか美味しいだろうね、多分。ちょっと甘いタレでね。これが大トロです。大トロ美味しいです。焼きトロサーモン、日本と同じ見た目です。これ日本と同じ。これがビントロ。でもさ、街中で重慶ってさ、そうめんが10元ぐらいで食べれるわけじゃん。その感覚で言ったらちょっと高いよね、多分。厚切り炙りサーモン、アワビです。これはちょっと小さめ。これは珍しい生タコ、うなぎ。これはうまそう。10元安いかも。うなぎは当たり。おいしい。塩ビントロ。これ美味しいよ。ザリガニとかはないの。僕が中国らしいのを頼みましたから、どんどん来ますんで。いやいや、絶対うまいね。シャコの寿司って高級ですから、これをかけて食べよう。丁寧に剥いてある。こんなの日本でなくない？頭付きだよ。シャコうまい。これ15元安いですよ。うまい。茶碗蒸し。これはもう同じです。日本と煮卵軍艦。中にマヨが入ってて絶妙にジャンキーですね。あさりとえのきの味噌汁です。ちょい薄めだけど味噌汁ですね。納豆軍艦。落ち着きますか？うなぎが足りないんじゃん。うなぎうまい。フォアグラ軍艦です。フォアグラが普通にうまい。でも酢飯と合わせる必要は全くない。よだれ鶏寿司です。もはや中国で食う必要ないんじゃない？
全然これも酢飯にのせる必要はないです。うなぎ山芋巻き。うなぎと山芋がよくあって美味しいです。漬けマグロです。ラストオーダーがなくて終わったんだけど、デザート食べようと思ってたのに。まあいいよ、もう寿司はお腹いっぱいになってたからデザートは食うなってことです。ということで中国のスシローを体験しました。醤油がちょっと甘かったのは残念だったんですけども、うなぎとかシャコとかその地場の食べ物は美味しかったです。この後深夜にケンケンが来るのでチュアンチュアン祭に行くっていうことで軽めにしました。ごちそうさまでした。今深夜の1時半なんですけれども、もうすぐ友達と合流するということで今日2回目の晩ご飯食べに来ました。夜食ですね。チュアンチュアンシャンです。夜の時間にやってるのはチュアンチュアンシャンか火鍋屋さんが多いんですけれども、こちらのチュアンチュアンシャンのお店朝の4時までやってるお店で口コミ評価もすごく良かったので来てみました。賞も取ってます。攻めたね。いろんな具があるんだね。タレはこちらで作ります。だんだん慣れてきたよ。辛そう。重慶ビール。辛いの大好き。ケンケンです。何でも食べれるよね。ちょっと眠い。おーい。串に刺した好きな具材を取ってマーラーに入れて食べる、火鍋なんですけど串についてるからチュアンチュアン。この店なんか入った瞬間から結構きつめなマーラーを感じるんですけど、とんでもなく辛いんじゃないのかなと思って大丈夫か。いやいや、そういうもんじゃない。って思うじゃん。チュアンチュアンシャンはこう行くものではあるんですが、こうやって行くものです。すごいチュアンチュアン症候だ。これ油は何のためにあるのかと言いますと、胃を守るために。そうなの？コーティングする。なるほど。こうやってちょっと冷まして食べる。いただきます。チュアンチュアン4日ぶりぐらいですかね。このマーラーうまいね。まあまあ辛ない。牛肉です。辛さがより一層。辛くない？辛いよ。ここ。重慶の方が辛いな。生徒よりもホアジャオがかなり効いたマーラーのタレにくぐらせたお肉は辛いんだけど、このごま油のパクチーたっぷり入ったタレにつけて食べると和らぐような。牛肉うまいね。くぐらせて辛さがやばいだわ。あ、書いてあるじゃん。当店は昔からの重慶の辛さを残しています。少し辛さを和らげてもいいですよって書いてあるよ。翻訳で辛いの好きですって見せちゃったから。千枚。臭みゼロ。うわ、切ったギザギザのところにマーラーが。いやでもいいね。日本でいう焼き鳥みたいな感覚で自分の食べたいものを取ってそれを鍋に入れるっていうスタイルだから、好きなものだけ食べられる。唐辛子も強いんだけどホアジャオが勝っちゃってて、もはやもう唐辛子を感じる隙間がない。ちょっとね、ここ多分一番辛い。地元の人が行く店に昨日から結構攻めていってるんですけど、地元寄りすぎたな。ちょっと辛すぎる。じゃがいも。動画のために辛くいってころ。豚の脳みそ。縮んだ。こういう感じなの。見た目は白子やで。めっちゃうまい。白子ほどの濃厚なんですけど、これ食ってみないと分かんないかもしれない。生臭いとは全然ないですよ、本当に。おお。かもち。これ程よい塩味でうまい。豆腐系の周りにまとわりついたマーラーがちょっとくぼみになってるところで一気に来た時のやばい。
深夜なのに結構食べちゃいましたね。生徒でもチャンチャンシャン食べたんですけれども、重慶の方が全然辛い。結構山椒の味が強かったですね。パンチがありました。ごちそうさまでした。おやすみなさい。